思いっきり咲いちゃってる。よしこれ結構ええんちゃうこれ。おはようございます。今回のキムケンスタイルはですね、結構自分自身久しぶりのため池です。前回のキムケンスタイル以降池ロケっていうのはなかったはずです。なんでちょっと久しぶりなんで、ワクワクなんですけども、おそらく思いっきり今から張るみたいな状態で、正直ねちょっとスポーニング意識しだしてしまってるタイミングかもしれないんで、意外に難しい気もしてるんですよ。ただちゃんとスパンとはまればでかいの釣れるかもしれないんで頑張ります。じゃあ朝一はこちらパワーウィグラーの 5.5 インチのラインスローシステム、はい、ノーシンカーです。ちょっとデッドスローで巻いてみたいなということで、こんな感じで、もうちょっと朝一からこれ早すぎるかもしれんけど、これ一番池の浅くなってる部分で魚を追い込ませるイメージで食わせてみたいと思います。ちょっとかなりデッドスローでも泳ぐような形に作り変えたんですよ。これ実は去年の淀川から進化しています。なんかギロおるな。今のあかんかったか。なんかギルがチェイスしてきたっす。あ、失敗。やらかした。場所潰れた。このトップ出るんちゃうっていう気がしてるっす。葉っぱにギル落ちたっす。落ち葉にギルが。そこなんかちょっと浅なってる一段。最近こういう見えるレンジゲーム一切してないのでちょっとドキドキしてます。ちょっとしれっとルアーローテーションです。今琵琶湖で絶賛活躍中テクニックを試しています。ひたすらこれやってます。琵琶湖で、何かというとですね、こちらパワーウィグラー 3.5 インチのフットボールヘッドの 5g にインフィノ30っていう、いわゆる僕的にはライトジグスト的なものですね。でバーディックに、12ポンドに ALCIB7 という、僕にしては多分マックス級にライトなタックルなんですけど、ぶっちゃけ結構 5g とかになるとこれぐらいじゃないとちょっとついてる感が足りないんで、これ結構ライトめなタックルでやってます。僕にしてはね。なんかね、琵琶湖今年あんまルアーでかいとこわへんけど、意外にね 3.5 インチフォルムが肝やったりするんですけど、魚浮いてない時でも広範囲にカバーできるので、こういう感じでね、早い話ミドソなんですけど、
ただシャドーテールを使うことで結構抵抗感がしっかりグッと出るんで、逆にこうレンジキープをイメージしやすい、かつ食わせ力も健在みたいな。 OK、 移動でとりあえず適当にジグソーやってみます。ねえ、分からんときはこれです。ここなんか生命感あってんけど、来たときちょっと朝なってるやん。花粉です。上がり際でドン。あれあれ、今の出るアプローチでしたよね。出るアプローチ。浮く池じゃないな、これは。さてはなるほど。おう、奇跡キャスト入ったんす。魚かこれ。てってねー。なんか上がってきてる感じじゃないな。バスいたバスいたバスいた。いた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 。ちょっと待ってや。見に来た見に来た見に来た。来い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 。見てる見てる。ドン引きしよった。お、めっちゃ見てるけど。めっちゃ見てるで。めっちゃ見てる。いけやお前。いけいけいけ。おっしゃおっしゃ。お、食った。よっしゃ。思いっきりサイトやったけど今の。思いっきりサイトで。よいしょ。泥に埋めてサイトでしょ今のは。ごめん、ジグソでも何でもなかったです。通り姿魚を泥に埋めてこちょ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 ってやってたらちょっとずつちょっとずつ近づいてパクッでした。パウンクラ 3.5 インチ、完全にジグソと寄せてるので応用です。はい、思ったよりシビアなコンディションです。普通にサイトで食わせました。ボトムらしいです。ボトムやります。ボトムパワーフラッター。そう、めっちゃ動くやつでいきます。はい、パワーフラッター、去年より若干進化しております。はい、今すごい軽いレスポンスでもペロ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 ってペロペロペロ動くんで、これボトムでカリ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 ちょっと半分砂に埋めながらカリカリやって、引っかかったらパンって外してっていうイメージですね。やってみましょう。中層って感じじゃなかったです全然。
こういう感じでした。ここしばらく琵琶湖でもこのフットボールヘッドしか使ってないんですよ、ほぼほぼ。まあ、ちょっと濁ったクランクとかでも釣ってんやけど、ちょっとこのフットボールが泳がすにしろボトムで使うにしろ便利すぎてですね。まあフットボールの理由ってね、この移動距離を、これ今僕リール巻いてないのにこうやってカリカリやれてるでしょ。まあ、ここそんな引っかかるスタックするようなもんないんで、結構こういうプアなボトムを最大限ストラクチャーにできるっていうか、食いついてくれるんですよ逆に。なんであんま引っかかるところやったらダメですよ当然。だからまあここなんかもう基本砂やなっていうイメージなんで、こういうところでもうさっき食わしたイメージが まさに最近ちょっと琵琶湖でこういうクリアアップした状態で食わしてるのと全く同じで、まあ、泥にも半分埋めて、で泥ごとビクやらしてたらガーンって持っていくみたいな、まあ、そういうイメージですね。なのでこれぶっちゃけフットボールヘッドじゃないとできないです。フットボールジグでもいいけど、でもフットボール形状じゃないとここまで食いつかないんで、逆にルアーをあんま見しちゃうとこはないコンディションまで来ちゃうと、変にライトリグでふわっと落とすよりかはボトムにザクッといってしまって、ちょっと重めでほじくっていくっていうのが何気にフィネスメソッドなんですよ僕的には。はい、引き続きボトムモードです。春はね体を作らないといけないのでザリ気分のやついるはずです。ずっと魚ばっか食ってますから。ではちょっといい風が吹いていたので巻いてみます。巻くっていうかジグソね。ぶっちゃけですね、ややこしいです今のコンディションが。あ、これなんか葉っぱ溜まってていい感じちゃう？食うたやん。おお、ちっちゃ。いいメスですわ。なんか連発劇の予感ですね。こういうことね。あのカメまた動かへん系のカメですよ。あれカメっすよねこれ。食った。よし。ほらやっぱカメ周り食うやん。あ、またこれか。はい、プリメス。はい、プリメス。はい、プリメス。はい、大きいのと小さいのです。4インチが中盤にオリジナルサイズとしてあるんですけど、まあ、今回結構対応してますね。まあ、主に僕がイメージしてたのはこの大きい方は割とまあ、こういったラインスルーリグでもできるようにで、当然ウェイテッドピアスの70とかで、まあ、大きめのオフセットで、まあ、カバー回避もできる、まあ、両方使えるようにしたかったんで、こういう形にしたんですけども、基本的にはデッドスロー、結構割とスローにテロテロテロって引いてきても動くようなテールデザインに作り変えて、まあ、ようやく満足いく形になってきました。で片やこの 3.5 ですね。これ最近琵琶湖でも実はものすごい釣ってるんですけども、3.5 インチっていうのはまあ基本的に僕はイメージとしては、まあ、一つはアラバマのグー、ね、一個一個でかいと重たいんで、まあ、少し小さめのフォルムでっていう意味合いと、でもう一つは、スイミングジグのトレーラーですね。でもう一つは、こういったジグスト用、はい、これ 5g から 7g ぐらいが僕よく使うんですけど、まあ、結構フットボールヘッドでつけると結構素直に動いてくれるんで、まあ、僕がよく対応するのはこの
コンビネーションですね。なんでちょっと水濁ったりして、もうちょっと水を欲しいなと思ったらジグトレーラーにする。で結構深いレンジでも一定レンジキープしていきたいな、魚のシェイプを保ちたいなっていう時はこういうフットボールウェイトで、正直脳進化ではあんま使わないんですよ。脳進化でも当然動くように作ってるんですけど、こういった使い方が多いかなと思います。このジグストのタックル、普段結構デカめのジグ使う時やったらバレットショットに20ポンドっていうタックルを使ってるんですけど、今結構クリアな水で、しかもちょっと深いレンジも絡めていってるんで、12ポンドベースのタックル組んでます。これオルトロスの12ポンドに、ロッドがバーディックです。バーディックにする理由は結構振っても簡単に曲がってくれるんで、これ結構重要なんですよ。振って曲がる竿を使う。そうしないと手パンパンになります。でリールは、ALC-IB7、結構バックハンドでビューンって飛ばせれるんで、特に僕ピアコと書いてないです。このタックル結構楽しながら、引っかかったと思ったらグワーって巻いたら乗るんで、結構ライトジグストヘビーミードストみたいな感じですね。両方どっちとも取れます。ただイメージ的にはミードストっていうほど中層っていうよりかはちょっとボトム付近ちょい浮きぐらいっていうイメージです。これをやるときは。夕方ラストはですね、こちら、朝一も投げてたけどもう一回やってみます。もともとはオフセットとかでも使えるように、してやるんですけど、このパーツを作りました。ようやくこういうパーツね、これを突き刺します。グリグリグリってなるべくまっすぐなるように刺して、頭のとこから貫通させる、ね、もうこれポコンって取れましたけど、こういう感じで余った部分を先っちょねを使うでカット。これでラインスローシステムができました。であとは糸を通します。はい、この 5.5 インチに関してはピアストレブルブルータルの20をつけます。はい、糸をカットし、この針をお腹側に僕はちょこんと刺す程度、ちょっと深めに、これで完成です。これで食ったらポーンね、一番乗るパターンです。このリギングをしたかったがゆえに、開発が遅れました。はい、すいませんでした。デッドスローテロテロ巻き、そんな感じちゃうな。はい、明日春を見つけます。おはようございます。昨日は、翻弄された初日でしたが、今日は完全に三寒四温でいうとこの寒の方ですね。はい、終わりました。ちょっとコツいるんですけど、でここにちゃんと避けないようにここのも合わせてやるんですよ。型がね、こだわりですわ。そんなこんなで3年かかってます。いやちっちゃいな。
見に来た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 。今食ったこいつやる気満々やサイズローテサイズローテサイズローテ思いっきり食いよったけどさっきせんべいと来た来たおい逃げんのかい来い来い来い食った食ったよしよっしゃよいしょ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 食ったえぐいなこの形はいこけてないですよこけてない上から見えた魚にウィグラの 5.5 を入れたらようこなサイズなんですよなんでこっちに変えてジグストで壁にトンってつけておいた瞬間にポコって持っていきました。いやこけてないですこけてないめっちゃええやんここめっちゃええ晩作尽きたので巻きます。はい浮いてこないです魚が。なんでこっちから行ってやろうという作戦でちょっと待ってもう一回一から来てくれないならこっちから行ってやるの 3.0 ですね。ちょっと絶妙なんですよ。マグナムパワーもあるけどもクランクパワーもあるみたいな。40やとガチマグナムクランクなんですけど、これはちょうどどっちか分からん時用ですね。結構もうこんだけクリアだと結構ガチ巻きしていかんとおそらく見切られると思うので、でかすぎんちゃう。ボートもじゃあ食わんのかなここ。こうディープウォーターを探ってみたいと思います。なんかってしてへんかな。ほら逆サイ飛ばしたいな。今日回ってるやつもおらんすね。終わったっすね。終わった言うたやんさ。食った。いきます。よし。これ結構ええんちゃうこれひょっとしてええんちゃうこれ。ええかもええかも。おお悪くないやん。結構そこ放置気味でも埋め気味でいってたって言いましたよ。よし。ボトムでやっとこさです。結構もう埋めて
ゴリ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 やってたら食いました。今度はこけへんだね。はい、こけてへんで。はい、こちらパワーフラッターです。ようやく完成したところです。まだ実はこれ去年か一昨年ぐらい出そうやって言ってたやつやったんですけど、ちょっと僕的に妥協できなくて、一言で言うと水押しの強い系のホグワームの中で一番最強にしたかったんですよ。スローなスピードでもしっかりバタ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 動いてくれるものですね。で、ちょっとしっかりした動きっていうのを出したかったんで結構柔らかめに作ってます、これ実は。で16分の3オンスとかそれこそのテキサスとか、フットボールヘッドだったりとかでもしっかり水上を生んで、同時にスイミングでも使えるっていう2ウェイですね。基本的に僕が考えているのは、あとフリップですね。一つ妥協できなかったポイントはこの40フックです。これはインフィの40なんですけど、あと TC とか、あれより40フックにおいて、しっかりこうボディサイズが足りてること、これは結構強引なファイトしても40以上だと基本的に、ほぼ右で起こさないんですよ。なんで40を使えるっていうのはまず一つ絶対で、あとはスイミングの時の動きのレスポンスの良さですね。テールがしっかり水を噛んで、しっかり正直に動いてくれる、これも一つポイントにしてて、これフットボールヘッド、最近よく使ってるんですけども、こういったジグトレーラーとしても当然いけてます。なんでジグスト風にこう動かしてもよし、当然ボトム転がしてもよし、僕的には長く使っていける北系かなと。特にアメリカとか行くとこれ系ないと話にならないんで、正直これは絶対いるってことで作らせていただきました。ほぼ自分用です。このパワーフラッターですね、10g だったり14、もしくは一回り軽い、7g とかも使ってるんですけども、このフットボールヘッドで組み合わせて使うにあたって、当然オープンウォーターでボトムガリガリするっていうのも一つやし、あといいカバーあるっていう時打ちたかったんで、もうレインはオルトラスの20ポンド使ってます。これやったらカバーがあんま借りてもいけるやろっていう強引にいけるタックルで、サオはバレットショットで、リールがブラック10ですね。もうこれ結構ね食ったと思ってあかんと結構どっち走るか分からん時あるんで、普通にその場で止まってくれるんやったらいいけど、オープンでしかも深い側で食ってるとかやったら結構やっぱスピード欲しいんで、ブラック10っていうこういうチョイスですね。ここに水中岬がねどうやらね絡んでおります。なんか一箇所手応え変わるとこあるんですよ。そこでカチカチやってたら今ここって食い下ろす。実際ライン水中でペターってもうボトムに張り付いてるのでほぼほぼなので、実際のところ砂ぼこりしか見えてないと思います。たまに赤いのがペランって見えるぐらいエビですよね。そんなのちょっとギル浮き出してるんですよね。こんなおったんやっていうぐらいギル浮いとるんですよ、こんなにギルがいるのに。食った。これは金食ってるやろ。あれ食ってる。よし、これちょっといいか。よし、枝に絡めたら食いましたわ。よっしゃよっしゃ、ええやんか。よっしゃ、対岸で枝に絡めてたのここ。完全に餌です。なんでフットボール使うかって、これやるときに滑らないからです。ボトムをちょっとずつカス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 っていくからです。あとは針先がね転がらないんですよ。どうしてもテキサスやと転がっちゃうイメージで、針先が下に来ることもあるんで、針先ずっと上でずっとかつ食いついてくれるで、
泳がしても実はフットボールって安定するんで、しっかりルアー本来の動きが出るんですよ。トップでもいけんちゃうぐらい水面がいい感じなんですけど、最終兵器登場。最終兵器登場。多くは語りません。やばい音だ。やばい音鳴らす。もう出ますせーのサインになってた。こんな音を放つルアーは今までなかったはずだ。おっしゃ、オッケー、出た、でかいでかい、でかかった。うわマジか。ヒート抜けてる。最悪。まあプロトタイプってこんなものです。あかん。はい、お疲れ様でした。キムケンスタイル史上最大のやらかしでした。はい、まあコンディションによってこんだけ変わるということですね。なんか突き抜けて冬から春みたいな抜け方したんですけど、リアルやと思います、これが。はい、その日その日の状況が後半になって結果になって帰ってくるっていうイメージかなと。トップオーダーは決して早すぎないと思います。はい、ちょっとこれはね可能性を感じたので、さらなる進化を遂げていくと思います。乞うご期待。